不安は棚上げにしたり、忘れる、後で考える。これもいい方法だと思っといてほしいんです。眼科医の平本です。今日はあなた、目の病気、体の病気で心配かもしれないけど大丈夫ってことについてお話ししようと思います。目の病気、体の病気、なってしまって、非常に見づらくなってきたりだとか、将来が不安になってくることってあると思うんです。すると、いろんな情報を集めたりだとか、はたまたもう塞ぎ込んでしまって、もうダメだよって思ってしまうことは、普通だと思うんですよね。つまり、そんなことならないでなんて言ったってそれは無理で、絶対ね、心配だし、嫌な気持ちになってくるわけなんですよ。もう、それはしょうがない。それはしょうがない上で、じゃあ、どうやれば、少しでも、その不安を和らげることができるかとか、よりね、いい方向に、自分をね、導くことができるのかっていうことが、大切になってくるわけじゃないですか。すごく大切なこととしては、一生懸命ね、こうやってね、動画を見てくれてるあなたとか、そういうふうに真面目にね、定期的に見てくださってる方っていうのは、真面目でいい方なんですよ。逆に背負いすぎてしまうっていうところがあるんですね。そこで覚えておいてほしいのは、表現やアウトプットすること、もっと言うとね、吐き出すことの重要性っていうのも、ちょっと覚えておいていただけるといいと思うんですね。結構私の動画とかのコメント欄に、自分の辛かった思い出とか、今までこんな感じだったんですとか、そういう文章をすごく長く書いてくださる方がいるんですね。はたまた長くはないけども、良かったですとか、こうやって私考えますとか、そう発信する方もいらっしゃるし、はたまた動画のコメント欄だけではなくて、他のね、Twitter、今 X か、X とか、他のね、メディアとかで、SNS とか、そういうので、これで良かった、勉強になった、私はこう思ったとか、そういうふうに表現される方がいる。この表現って人のためっていう面もあるよ。例えば、こう良かったんだよって教えて、その人に知ってもらおう。これはね、いい面ね。なんだけど、もう一つは、自分にとっても吐き出すことがメリットになるってことはちょっと覚えておいてほしいんですよ。で、それは、いや、どうしても SNS 怖いんだよって場合は、例えば自分の日記とか、そういうので吐き出すのもありだと思うし、友達に言うとか家族に言うとか、口にして吐き出すっていうのも一つの方法だと思うんだけど、誹謗中傷とか吐き出すのはやめてね。そうじゃなくて、自分の辛い思いとか、悩みとか、はたまたそんな深刻ではないんだけども、ちょっとしたことを発信してみることが、自分にとっていい面があるってことは、ちょっと知っといていただきたいなと思うんですよ。わかりやすい例としては、すごくストレスで嫌なことがあって、それを家族とかに、知り合いとか、親御さんとかに言った時にスッキリするとかっていう経験って、少なからず皆さんあると思うんですよ。はたまた、別にその人に言ったからどうとかね、それあんま関係なくて、もっと言うとその人が何か言ってくれるかもあんまり関係なくて、他人に伝えようとか、はたまた伝えようとすると、自分の不安とか、思いとかが結構明確になってくるわけなんですよ。悩んで辛い時って、もう同じことがぐるぐる回ってしまったりだとか、何が心配なのか、あんまり冷静には見れないんですよね。特に、例えば、私のところに来てくださる方は緑内障という病気の人が多いんだけども、こうで悩んでてこうやってって言って、で、お話しされて、ちょっとちょっと落ち着いてきたな。で、そこで僕が状況を整理してあげると、そっかって言って、別に僕がこうした方がいいですよ、この治療した方がいいですよって言わないまでも、もうそうかって感じで状況が整理されちゃうことって結構よくあるんですよね。コメントで書いてくださる方もそうで。言って時点で整理されちゃう。例えば、不安ありません？心配ありません？でも、それって、言語化するのが難しいと思いません？いや、私の不安は、もう内側から出てくるようなもので、明確にこれが不安とか、そんなこと言えないんだよって思いますよね。でも、どうにか人に伝えようとか、表に出そうとすると、ちょっと考えますよね。これをね、いや、自分の不安を冷静になって分析しましょう。では、何が不安なのか。現在の不安。それとも過去の不安。
未来への不安。それは金銭的な不安なのか、病的な不安なのかって分析って結構難しいんですよ。でも、人にとか伝えようとかってすると、わけわかんないのって伝えらんないじゃないですか。ね。じゃあ、例えば私がある不安があったとして、じゃああなたに不安なんです。そうするとあなた言いますよね。何が不安なのと。何が不安って言ってもちょっとわかんないんだよなと。生死に関わることなんとかお金とかそういうの。生死っちゃ生死だし、なんていうか、将来のことって言えば将来のことだしっていうふうに、ちょっとずつこう研ぎほぐす。例えば病気の不安だったら、見えなくなるのが不安なんですとか、なんかこう、今は大丈夫だとは分かってるんだけど、将来のことが不安なんですっていうふうに、明確に言えないけれども、今までこんなことがあって、こんな辛いことがあって、こうでって言っているうちに、自分って病気が進行したことを実感して、すごい不安とか辛さを感じるんだなって分かる人もいれば、進行してないし、大丈夫だよとか言われたんだけど、逆に余計に不安になる人もいるわけですよ。いや、本当なのと。いや、そんなこと言ったって私は将来悪くなるかもしれないじゃないと。それが不安なんですっていうふうに不安になられる方っていうのもやっぱりいらっしゃるんですね。不安をゼロにはできない。最初も言ったけどね。なんだけど、不安を明確にしてあげると置いとくことができるんですよ。不安ってなくならないけど置いとくと今は忘れることができるのね。これを言うと、真面目なあなたは忘れちゃダメでしょと。後延ばしにするとか、するっていう風にすると、それは悪いことでしょって思いますよね。でも、いいんです。不安は棚上げにしたり、忘れる、後で考える。これもいい方法だと思っといてほしいんです。なぜなら、その不安を一心に受けて真面目に考えなきゃってずっとやってしまうと、それが逆に体調を崩したり、状態を悪くしたり、ストレスによって眼圧が悪くなる、目の血流が悪くなる、状態が悪くなるを起こしてしまうわけですよ。だったら棚上げしといて、じゃあ週末土曜日に考えようか、もう毎日ついつい考えちゃうんだったら、じゃあこの時間からこの時間まで考えようとか、そういうふうに明確に考える時間っていうのを作っておくといいですよね。例えばそれが頭の中で考えるだけでもいいし、考えたことをコメント欄に書いてくださってもいいし、ブログで書くとかなんかでも結構ですよ。とかでもいいし、時間を区切って、悩みとか不安っていくらでもできるんですよ。で、消えないから。消えないから、じゃあ、ちょっと将来見えなくなるのが不安だと。どういうふうに視野の賭けなのかな、見えなのかな。いや、でもな、このまま行っても、なんかこう、いつか急に悪くなっちゃうかもしれない。で、急に悪くなるのってどんなことがあるんだろう。緑内障の発作なのかな、血管が詰まることなのかな、それともそもそもの緑内障が急に悪くなっちゃうことなのかな。それぞれね、いろいろ考えられるし、でもそんな冷静に一つ一つは見極められないし、でもなんか将来は不安って感じで、ある程度出てくるわけですよ。出てきても、またループもしちゃうんですよ。結構ループしません？不安な時とか、大丈夫かなって思う時って、解決しないで考えて、で、また同じこと考えて、また例えばお金が不安だったら、いつになってお金って大丈夫なのかな、このままで私のお金大丈夫なのかな、不安に思いますよね。でも解決してないものだから。また明日も不安に思って、また明日も不安に思ってって、もうずっと不安がループしてしまうんです。ってなったら、やっぱり良くない。だからこそ、例えば6時から7時までぐらいは考えてもいいけど、そっからやめようとか。時間で区切るんじゃなくて、例えばご飯食べてからお風呂入る前までは考えて、お風呂入ったらちょっと別のことをあえて考える。不安になってくると別のことを考えても、またフラッシュバックしていくんですよ、不安なことが。なんだけども、いや、別のこのことを考えるんだってちゃんと思って戻った方がいいです。不安になったのがまたフラッシュバックしてまたね、ついつい考えようとしちゃうんだけど、ダメ。それはやめて。ちゃんと不安なのを考える時期。そうじゃない時期はちゃんと別のことを考える。そうじゃない時期考えることあんまりないと、また不安を思ってきちゃうから、
なんか決めといてください。例えば、そうですね、YouTube で踊ってみた動画をちゃんと見る。ね、ちゃんと見るっていうのもなんだけど、で、踊ってみたことが最近流行ってる日本語ミュージックは何があるか。日本の音楽トップ100。ね、YouTube、ミュージックとかってアプリがあったりして、トップ100とかあるんですよ。でも今月のトップ100はちゃんと覚えとこうとか。いや、何の役に立つか分かんないよ。あんま関係ないかもしれないんだけど、トップ100覚えとこうとか。はたまたこう、最新ニュースの海外の情報だけは入れておこうとか。ね。はたまたそうですね。株価のチャートだけは見ておこうとか。ね。はたまた、掃除は毎日ちゃんとしておこうとか。で、どちらかというと考える作業よりは、体を動かす作業の方がやりやすいですね。つまり、例えば、掃除するとか、走るとか、歩くとか、っていうのを決めてしまうと、まあ、その時に他のことを考えたりもできるんだけども、体を動かすっていうのもほぼ強制的だし、できることなので、体を動かしていると元気な気になるじゃないですか。だから、元気だから動かすっていう面もあるんだけど、動かすから元気っていう面もあるので、ちょっと動かしていただけるといいかなと思います。というように、不安になったり何かあったとしても大丈夫です。あまり心配しないでください。そして、その気持ちを吐露していただく。例えば、YouTube ライブでみんなでね、会話してる時にそれを書くのでもいい。で、それが取り上げられなかったらダメだよってことじゃなくて、一言言うだけでもそれはあなたの気持ちの発露になるし、全然悪くないことだと思います。ブログとか、Twitter とか、Facebook とか、LINE とかいろんなのありますよね。とか友達に言うとか、それも一つの方法ですね。っていう体を動かす方法。はたまた歩くとか、走るとか、泳ぐとか、筋トレするとか、ボール蹴るとか、ね。そういう風に体を動かす方法もいいです。忘れる時間、悩みをなくすのは無理。置いとく時間っていうのを作っていただいて、本当に悩みに向き合わなきゃって、あなたは考えてしまうかもしれないけど、そんなに真面目にならないでください。それはあなたを追い込めてしまうので、ぜひ自分を楽にしていただいて、普段から楽しく毎日過ごせるように、ぜひ、考えていただけるといいかなって思います。こんな感じで自分でできること、そして大丈夫だよとか動画、他に再生リストっていうのがあります。ぜひ再生リストっていうのをちょっと開いていただいて、概要欄とか再生リストっていうところにありますので、それで大丈夫だよって動画を流していただけると、不安な時、こうね、ループして聞けることもあるので、ちょっとそれはね、役に立つ方法なんで、ぜひやっていただければと思います。今後ともよろしくお願いします。